皆さんこんにちは、フジロクです。今回はこちらカフェオレパンを焼いていきたいと思います。ロコキッチンでいつも登場するカフェリーヌというコーヒー粉末があるんですけども、そのコーヒー粉末を使ったこちらのカフェオレのパンになります。すっごくふわふわで、そして水分が豊富、香りが最高にいいので、子供から大人までみんな好きなパンだと思います。ぜひ作ってみてください。それではレッスンスタート。はい、それでは今回はホームベーカリーで生地をこねていきたいと思います。ホームベーカリーの中に強力粉を入れていきましょう。ロコキッチンの強力粉では柔らかいパン用の強力粉になります。そしてみんな大好きカフェリーヌを入れていきましょう。カフェリーヌはインスタントコーヒーと違って香りがとってもいいコーヒーのパウダーになっています。お菓子で使うことが多かったのですが、今回はパンに入れてみました。そしてこの中に続いてはお砂糖を入れていきます。お砂糖は上白糖を使用していますが、グラニュー糖、きび砂糖でも構いません。しっとりさせたい場合は上白糖やきび砂糖、すっきりさせたい場合はグラニュー糖でも構いません。続いてこの中にお塩を入れていきましょう。私がよく気に入って使っているこちらのお塩ですが、すごく美味しいので、よかったら皆さんも使ってみてください。こちらね、おにぎりにすると美味しいです。もちろんパンに入れても美味しいです。そしてドライイーストを入れていきましょう。ドライイーストですが、こちら保存方法をよく私聞かれるんですね。ドライイーストは冷凍保存ができますので、大量に買った場合は使う分だけこんな感じで小さな容器に入れておいて、残った分は冷凍保存しておいてください。それでは一旦粉類をよくスプーンで混ぜ合わせておきましょう。粉類が混ざったら、続いてこの中に蜂蜜を入れていきましょう。蜂蜜を入れることでパンがとってもしっとりと仕上がります。蜂蜜がない場合はメープルシロップや水飴でも構いません。一番相性がいいのは蜂蜜だと思います。メープルにするとちょっとコーヒーとメープルが喧嘩してしまうことがあるので、一番いいのが蜂蜜で、あっさりしたいという方は水飴を使用してください。続いてこの中に牛乳、バターを入れていきましょう。牛乳とバターを入れるのですが、ホームベーカリーの場合は冷たいままで構いません。手ごねで作る場合は必ず牛乳は40度程度に温めてから作るようにしてください。それではホームベーカリーでこねていきましょう。最初は全然コーヒーらしさがないのですが、混ざってくるとこんな感じで茶色い綺麗なコーヒー色に仕上がってきます。全体がツヤが出るまでこねていきたいと思います。手ごねで作る場合は概要欄に手ごねパンのレッスンの動画を貼っておきますので、そちらをご覧ください。生地ができたらきれいに丸め直しをして大きめのボウルに入れて、ふわっとラップをかけて一次発酵しておきましょう。一次発酵ができたのがこちらになります。40度で40分発酵させると生地がおよそ2倍になります。2倍になったらこのように指に強力粉をつけて真ん中に穴を開けてみましょう。この穴が閉じなければ発酵ができているというサインになります。しっかり発酵ができていたらガスを抜いて生地を台に取り出していきましょう。生地を取り出したら、このままでは分割しにくいので、分割しやすいようにカットをしていきます。上の3分の2、下の3分の2を切るとこのように1本の生地になるんですね。そうするとカットしやすくなりますので、これで12分割していきましょう。12分割するとだいたい1つが 40g 前後になります。しっかり計量器で測りながら分割をしてください。分割ができたら生地を丸め直ししていきましょう。しっかりと生地がピンと張るように丸めるのがポイントです。丸め直しをするポイントは、生地を掴んで台に当ててこすりつけるようにして円を描くということです。もう一度やってみましょう。しっかり円を描きながらぐる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 と回しながら丸めていきましょう。そうするとこのようにピンと張った状態になります。全部ができたら一度ベンチタイムをしていきます。ラップをかけておよそ10分から15分置いておきましょう。そうすることで続いて成形がしやすくなります。そして今回使用するのはこちら18センチのスクエアのケーキ型です。このケーキ型にこちらのスプレーオイルをかけておきました。こ
このスプレーオイルはですね、普通のスプレーオイルと少し違います。なんとカカオバターのスプレーオイルなんですね。チョコレートのお菓子に使うことはもちろん、このようにパンに使うこともできます。カカオバターはホワイトチョコの成分ですね。なので安心安全のスプレーオイルです。型にしっかりとスプレーオイルをしたら、この中にもう一度丸め直しをして生地を入れていきましょう。もう一度丸め直しすることを忘れないようにしてください。一回丸めて休ませる、そしてもう一度丸め直しをしてから型に入れる、このように入れていきましょう。スクエアの型を持っていないという方はパウンド型でも構いません。20センチのパウンド型だったらだいたい2つ分ぐらいになります。6個ずつ入れました。はい、じゃあですね、二次発酵していきましょう。二次発酵は40度で30分です。だいたいこれぐらいの大きさになれば二次発酵が完了です。これぐらいの大きさになったら続いて焼いていきます。170度に予熱しておいたオーブンでおよそ18分焼いてください。低温で焼くことでしっとりとしたパンに仕上がります。そしてできたのがこちらになります。美味しそうなコーヒー色に焼けましたね。こちらのコーヒー色を出すためにも卵は塗らないようにお願いします。卵を塗って焼いてしまうとこのコーヒーの色が出ないんですね。やっぱり卵の色になってしまうので、コーヒーのパンを仕上げるときはそのまま焼いてください。焼けたらすぐに取り出していきましょう。パンの生地が結構柔らかいので出すときは慎重に出してください。こちらで完成です。はい、ということでパンが焼けたので食べたいと思います。さて、ちぎりパンですね。じゃあちょっとちぎってみましょうか。にゅーん、こんな感じ。めっちゃいい匂い。いただきます。こんなんです。あー、おいしい。おいしい。めっちゃしっとり。おいしい。あ、これもう語彙力がない。ただただ美味しいけど、すっごくしっとりしてる。で、低温で長時間で焼いてるのでパサパサしてないんですよ。すごく水分がもう豊富というかね。ちょっと取ってこれをギュッてしたらね、すぐ潰れちゃうの。パサパサなやつってふわって返ってくるじゃないですか。ちょっと持っただけでペチョってね、潰れてしまうぐらいすごい水分が多いです。でもうね、カフェリーヌの香りがすごい、なんか私コーヒーのパン今まで焼いたことあるんですけど、インスタントコーヒーでほとんど作るんですよ。でインスタントコーヒーで作ったら美味しいコーヒーの味ってなるんですけど、その後の余韻がないんですよ。コーヒー風味なんですけど、今回のパンはしっかりコーヒーの風味がね残ってる。食べた後にちゃんとコーヒーの香りが持続します、口の中で。やっぱりこれはカフェリーヌが入ってるからだなと思う。すっごいしっとりしてるし、で甘さはそうですね、砂糖結構入ってるし蜂蜜も入ってるのでカフェオレぐらい。だからコーヒー苦手な人も大丈夫、多分子供ちゃんも大丈夫だと思います。カフェオレみたいな感じの味です。カフェオレやけどコーヒーの豆がしっかりしているから、安っぽいカフェオレのパンじゃなくって高級なカフェオレパンになっています。すっごい美味しい。でこれ多分ね、子供ちゃんね、チョコチップ入れたらめっちゃ喜ぶと思うから、子供用にするんだったら中にチョコチップ入れてみてもいいかもしれません。おいで。はい、ということでカフェオレパンを作りました。ちょっと食べてよ、一口。おいしい？おいしい？ああ、よかったね。おいしいね、これ。おいしいですか？ヤミ？ヤミ？はい、ということで
今回の動画は以上になります。今回の動画面白かった、ためになったという方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこのカフールパン作ったよって方はぜひコメント欄にコメントと、あと作った感想、美味しかったっていう感想ね、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。ではまた違う動画でお会いしましょう。バイバーイ。